こんにちは。元82キロのアラフォーダイエット主婦、猫倉理恵と申します。今日は20代からずっとぽっちゃり、あらゆるダイエットとリバウンドを繰り返しながら結局82キロまで成長した私が1年でマイナス24キロに成功したダイエットのまず最初にやったこと、食事編を動画にしてみました。今日の動画はあの頃の私のように人より食べていないのに自分だけ太るとか、食べ過ぎていないはずなのになぜか太る、我慢しているのに痩せない、呼吸するだけで太る体質なんだと感じている人に少しでも役に立つ動画になれば嬉しいです。まず最初にやったこと、運動編もありますので、ぜひこの動画の後に合わせてご覧ください。それではまず、私の82キロの頃の食事内容をご覧いただきながら、1年でマイナス24キロに成功したダイエットの最初にやったことを5つのステップに分けて解説します。まず私がダイエットのため食事について最初にやったこと、ステップ1は本気で食事の改善をすると決めたです。これだけを聞くと当たり前すぎてつまらないと感じるかもしれませんけれど、当時の私にはこのことをまずはしっかりと意識することが必要でした。その理由は私のこれまでのダイエット遍歴にあります。それまで私は〇〇だけダイエット、〇〇飲むだけダイエット、1週間〇〇ダイエット、断食など、とにかく特殊な食生活を短期間やる方法に飛びつきがちでした。〇〇食べるだけという方が何も考えずにその方法だけをやればいいし、それを我慢できるか耐えられるかどうかだけが問題で、あまり考えず思考停止でできるところが魅力的だったんです。必要なのは空腹やひもじさに耐えるだけの我慢と根性で、頭を使わないのである意味で楽なところが最大のメリットでした。でもこういうダイエットにはデメリットもあります。人間、我慢はずっとは続かないということです。ある一定期間を何とか耐え抜いても反動でその後一気にドカ食いをしてしまうので、短期間でせっかく痩せた 2,3 キロも1ヶ月持たずに綺麗に戻っていました。いい加減自分でもこのパターンに薄々気づいていたのに、結局また目新しいダイエット方法に飛びついてしまうのです。けれど38歳の時、もう一度ダイエットをしようと思った時に突然こう思いました。ここまで何度もダイエットに失敗して変われなかった。それなら今までとは違う方法に、もっと言うとやりたくないと避けていたことに成功があるのではないかという考えが湧いてきて、面倒で避け続けてきた自分の食事の根本的な見直しにようやく目を向ける覚悟ができました。そう決めて私が次にしたこと、ステップ2は食事見直しのためのガイドラインを決める。38歳82キロの頃の私の食生活はこれまでの無茶なダイエットの名残で、夜ご飯は抜きとか、お米は絶対食べないとか、朝はプロテインだけとか、何かのダイエットルールの継ぎはぎだらけで普通に食べるということさえわからなくなっていました。その状態から自分の食事を見直すにしても、どこを見直すべきかのポイントが自分ではさっぱりわからないのです。そこで当時私が目をつけたのは、もう10年近くスマホにインストールしてあったアプリ、アスケンでした。それまでもアスケンは利用していましたが、たまに何かのカロリーを知りたくて単発で使うくらいで、はっきり言って全然使いこなせていなかったのです。けれどそもそものアスケンの売りは、食事を記録すればカロリーだけではなく栄養計算もできるというところだと、なぜか10年以上経って初めて気がつきました。今まで一切気にしたことがなかったけど、1日分の食事を記録すると出てくる健康度というアスケン独自の採点機能があります。いろいろと試してみたところ、これはカロリーだけではなく食事の内容や栄養バランスも整っていないと高得点を出すことはできないと分かりました。私はそこに初めて注目して、これをもし100点を出せたらそれはまともな食事ってことなのではと考えたのです。自分には栄養学の知識も何もないけれど、毎日100点を繰り返していたら健康的でまともな食生活を実現できるのではと単純に考えて、私の食事の改善方法はアスケンで毎日100点を出すということのみにターゲットを絞りました。はっきり言ってそれだけで痩せられる保証もなかったのですが、100点を出しているのに痩せなかったら、その時は私が悪いんじゃなくアスケンが悪い。そしたらついにアプリをアンインストールだと失敗した時の八つ当たり先を決めて、とにかくただゲームのように100点生活を目指すことにしました。ダイエットは食事が8割、アスケンじゃなくてもいいので、まずは食事改善の参考になるガイドラインがあるといちいち迷うことがなくなって、ダイエットは格段にやりやすくなります。
そして次に私がやったこと、ステップ3は、まずは自分の今の食事を記録して現状を把握した。100点を取るぞと決めて、まずは自分が思いつく限りの健康的な食事をしてみました。それをアスケンに記録するのですが、どうしても100点は取れない。よくて70点、平均して50点台しか取れないのです。自分なりに量を減らしたりするのですが全然ダメ。カロリーはすぐに調整できても、タンパク質、脂質、糖質などの栄養素が上手にバランスよく取れないのです。例えばタンパク質が足りないと言われたからお肉を増やす。するとお肉の脂質も一緒にプラスされるので、今度は脂質が多すぎると出て減点されたり、糖質が足りないからお米を増やすとカロリーがオーバーして減点されたり、あっちを立てればこっちが立たずという状態になるのです。あまりにも100点が取れないので早速挫折しそうになりましたが、向きになってきたので試しに100点になるまで先に食材を入力してみることにしました。食べたものを記録ではなく、100点になるように野菜、お肉、お米、油をいろんなパターンで先に入力してみたんです。するとあることに気がついたのです。タンパク質がたくさん取れて、なのに脂質がオーバーしないお肉がある。糖質も毎食ご飯がこの量だったらカロリーがオーバーしない。野菜も葉野菜ばかりじゃなくて根菜も入れたら葉っぱより重さがあるから摂取量がすぐクリアできる。焼き芋をちょっと食べるだけで食物繊維がたくさん取れるという風に、食材の種類と量で100点になりやすいパターンが大体決まっていると気がついたのです。そして同時に、今まで私が好んで食べていた食材が豚バラ肉、ベーコン、ウインナーなどそもそも脂質の多いものが多く、それらでタンパク質を取ろうと量を増やすから脂質がオーバーしていたのだということにも気がつけたのです。ちなみに一番最初に私が学んでカルチャーショックを受けたのは、ウインナーはタンパク質ではないということです。それまでの私は自分のお昼ご飯のタンパク源といえばウインナー、ベーコンなどの加工肉から取っていました。こんな感じ。でもアスケンに入力してみて分かったことは、ウインナーを5本食べた場合、鶏の胸肉 100g の半分のタンパク質量しか取れず、その代わりに16倍の脂質、3倍のカロリーを取ってしまうという事実。私の舌が好むもの、積極的に取ってきたものがそもそも太りやすいものだったと最初の段階で気がついたのです。そんなに食べてないつもり、ヘルシーなつもりでも実は全くそうではなく、今の食事の中に今の体を作っている要因がありました。それを知った衝撃はその後のダイエットを大きく変えました。ステップ4は、食材を決めてから料理をして食べた。アスケンに入力して分かった100点になる食材を元にして、今度はその材料を使って料理をするという逆算方式で食事の内容を変えていきました。例えば1食でキャベツ 50g、 人参 50g、 玉ねぎ 50g、 鶏の胸肉 100g、 オリーブオイル小さじ1、白米 130g など100点を取るパターンの食材の組み合わせが決まってきたら、あとはそれを使って思いつきでいろいろ料理をしてみました。正直最初は全部の材料をレンジでチンしてノンオイルドレッシングで食べるなど冴えない料理しかできませんでしたが、そんな私でも今はダイエットレシピを発信したりしていますので、慣れていけば美味しいダイエットご飯を作ることができます。その時の私は美味しく食べるのはとりあえず後回しにして、まずは食材選びを優先させました。こうしてアプリに入力しながら食材選びの知識を自然に得ることができたので、日常でもスーパーに行って手に取るものが変わってきました。これが今でも太らない食生活を維持できる基盤になりました。短期間の特殊な食事をするダイエットではなく、普段のスーパーでの買い出しから健康的にアップデートすることができたのです。最後のステップ5、一人前の量を把握した。アスケンに入力をすると、お肉の1人前は大抵が 100g 前後、キャベツの千切り1人前は 50g など1人前の量が表示されることが多いです。そこで私は大好きなお肉の一般的な1人前の量を試しにキッチンスケールで測ってみました。そして自分が1食でこのくらいは食べたいなと思う量と一般的な1人前が合致しているのかを確かめました。そしてお肉1人前 100g の少なさに愕然としたのを今でも覚えています。私は少なく見積もってもこの2倍はないと満足できません。キャベツ1人前 50g も測ってみました。今度はその多さに驚きました。パスタも1人前を測ってみて、その少なさに愕然。そう、
私は完全に一人前の感覚がバグっていたのです。確かにダイエットのために食事の回数は減らしていたけど、その分一食でドカ食いをする癖がついていたのもあって、一食でこのくらいは食べたいと思う量が人よりかなり多かったのです。アスケンの100点ゲームを遂行するためにしばらくはお肉の量を測り、野菜の量を測り、お米や炊きたてを測って冷凍しておき、とにかく普通の量というものを感覚に叩き込みました。結局食べる回数を減らしても食べている総量が多くなっていると気づけたのも大きなダイエットの一歩でした。それまで自分は常にダイエットを意識しているし、人より食事を我慢しているはずなのになぜか太る。体質かな、遺伝かな、息をするだけで太る体なのかなと思っていましたが、こうして好んで食べてきたものを食べている量を可視化したことで、そら太るわということが分かったのも大きな学びでした。さらにアスケンの100点生活というものをコツコツ研究し続けていると、100点を取るには抑えるべきポイントがあって、そこさえクリアしていたら比較的簡単に100点は取れるということにも気がつきました。簡単にご説明すると、抑えるべきポイントは6つあって、カロリー、PFC、食物繊維量、野菜の摂取量、運動消費カロリー、お菓子やアルコールなどの嗜好品の量、これらについての詳しい解説はまた別の動画にまとめたいと思います。私のインスタグラムでもアスケンの詳しい活用方法をいくつか記事にしているので、私がどのコースを使っているかも合わせて概要欄をご覧ください。また私の書籍にもアスケンの100点の取り方のコツ、さらには私の100点メニューを誰でも再現できるように6日分の3食計18食を献立とレシピにして掲載してあります。よければ概要欄からチェックしてみてください。それでは今回の動画のまとめです。ダイエットに失敗していた私が唯一成功したダイエット。食事について最初にやったこと。ステップ1、根本的な食事の改善をするとしっかり心に決めた。ステップ2、そのためのガイドラインを決めた。ステップ3、まずは自分の今の食事を記録して太った原因を把握した。ステップ4、食事の選び方から変えた。ステップ5、一人前の感覚を修正した。今回はアスケンを紹介していますが、それは私が選んだ方法であって、これをもっと別のアプローチ、孫は優しいやワンプレートで主菜副菜を比率で食べるなど、自分が取り入れやすい方法で十分だと思います。一番伝えたいのは、ほとんどの人は食生活の中に太った原因がある。今の体を作っているのは自分がそれまで口に入れてきたものだということです。まずはそれと向き合うことが大切。向き合わないと私みたいにかなり遠回りをしてしまいます。私はこのダイエットを始めて人生で一番食べることに真面目に向き合いました。そして我慢して痩せる食生活よりもっと本質的な、普通に食べても太らない食生活、その感覚と知識を得られたのは、ただ体重を減らすだけではなく、この先の人生を支える健康のためにとても財産になったと感じています。私の書籍に掲載した6日分の献立とレシピは、すでにたくさんの方が実践してくださり、ご好評いただいています。私が今日動画で解説したような食材と量を計算した食事をまずは実践してみていただけますので、概要欄からチェックしてみてください。今後もこのチャンネルではたくさんのダイエットに関する動画、そして食生活、今もキープしているリアルなダイエット生活、レシピなど動画にしていきますので、高評価、チャンネル登録をしてお待ちいただければ嬉しいです。ここまで見てくださりありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。猫倉理恵でした。